中風亭ラデンが気になった世界の人に話を聞きに行き、話し家としての引き出しを増やすことを目的とした番組です。なんか面白いことないかな。テレビでも見るか。ポチ。ホラーやってるよ、ホラー。これ今ギャグとかじゃなくて、ホラーって怖いもの見たさで見ちゃうよね。そうだ、怖い話ができる人に話聞きに行っちゃう。もしもし、お世話になっております。主婦でラーデンと申します。どうも、こんにちは。どうも。そうです。はい。失礼します。はい。本日はよろしくお願いします。主婦でラーデンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。アミです。今回お話をお伺いするのは怪談家のアミさんです。稲川淳二さんにも認められている実力者で、全国ツアーや書籍も出していたりと精力的に活動されています。それでは改めてにはなるんですが、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段私が一応落語家の端くれとしていろいろ修行させていただいてるんですけど、落語って基本的に滑稽話が多くて、そうですね、楽しく面白くっていうのが基本なんですけど、怪談話っていうものが自分はまだ何も学んでないので、よろしければぜひ本日その怖い話、怪談話をする時のポイントがありましたらぜひご教授いただきたいんですが、何か普段意識されていることとかってあったりしますか？そうですね、普段からですね意識していること、僕が結構大事にしていることみたいなのが、分かりやすく大きく3つありますね。はい、じゃあぜひその3つをもしかして1個以降はなんか追加料金とかないですかね？大丈夫1個は無料だけどこの次はちょっとファンクラブ入ってねとかないですか？大丈夫？そう、シリアスを演じてるんでちょっと笑わせられるとちょっと困ります。すいません、ちょっと怖い話なんで怖い人っぽく今してたんで。わかりました。じゃあぜひその3つを教えていただいてもやらなくていいんですけど、やらなくて大丈夫です。ぜひじゃあその3つを教えていただいてもよろしいでしょうか？はい、ぜひよろしくお願いします。ポイント1、説明は道案内をするようにしっかり丁寧にするということです。説明は道案内をするようにしっかりする。喋り出しでよくやりがちなミスっていうのが、いわゆる自分が怖かった部分みたいなものを早く言いたくなっちゃって、なんかどういう場面でどういう作りの建物のどういう状況かみたいなところをなんか自分の中で想像してなんか思ったまま喋っちゃって、相手がまだ想像できてなかったりするところを走ってしまうことがねよくあったりするんで、それで次に行っちゃうと気がついたら置いてっちゃってることがあるんで、そこはしっかり道案内のつもりでした方が面白いですよという話なんです。例えば、アパートの階段上がって2階の廊下に女が血まみれで立ってたんですよって、言われても、それよりも例えばどんなアパートかをまず言った方が良かったりみたいな、いわゆる例えば廊下も内廊下だったり外廊下だったりでまた変わってきますんで、って考えた時に道案内をしっかりとした方が、このグッと見てもらえるんじゃないかなという。例えば自分のアパートがありまして、このワンフロアに4部屋あるんですけども、それが2階建てなんで、合計8部屋のそんなアパートの外階段を上がっていくと、そのカツン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 と上がりきってくるっと振り返ったその外廊下の途中2メートルぐらい先に女の人が立ってるんですけども、見覚えのない方なんですよね。その方誰だろうと思ってると、こっちをくるっと振り返って血まみれだったんです。内容的には全然変わってないはずなんですけども、なんかその臨場感だったりとか、ちょっとなんか入り込み方が変わってきたりするんじゃないかなという。確かに今、頭の中で想像してた解像度が一気に鮮明になりました。パキって映像になりました。すごい。だからそれを最初にやるかやらないかみたいなところがめちゃめちゃでかいと僕は思ってまして、で結局その今から喋るよという物語の中に入り込んでいただけないと、
なんかね聞かされる側としてはやっぱり入り込んだ方がより楽しめるんじゃないかなって思った時に、じゃあ喋る側はより道案内のつもりで誘導できた方が、まあその聞いてる方の方々がその登場人物になったつもりでその物語の中を歩いてくれるんじゃないかなって思うんで、それで言うともう本当その話のオチよりも下手したら大事なんじゃないかなって僕は思ってます。確かに、なんか解像度が上がることで、お話を追体験できるというか、そうですね、なんかそういった要素が今すごく強まったなって思います。わあ、すごい。さっき道案内をするようにって言われた時に、確かに足立区のアパートと港区のアパートじゃ全然違うよなって思ってた。ちょっと自分が今恥ずかしくなりました。ちょっと立ってる場所の話じゃないです作りとかね、雰囲気とかねありがとうございます。まあまあでもあれです、もう本当こういうお話ってどんな物語だともそうだと思うんですけど、やっぱ冒頭が一番大事だと思いますんで、そこでどれだけ引き込めるか入り込んでいただけるかが勝負かなと思っております。曲でいうイントロみたいなところですね。曲でいうイントロみたいなところです。つまり曲で言うとイントロみたいなところですねすいません、こんなことをさせてしまう今日はシリアスなんで、そうだ、今日はシリアスですもんね。よろしくお願いします。では一つ目が道案内をするようにディティールを細かく喋るということで、二つ目をお願いしてもいいですか？はい。ポイント2、緊迫感の演出でございます。緊迫感の演出と言いますと、体験したその方が、ふと振り返ったら何々がいたとか、その人足がなかったんですだけとかじゃなくて、例えばあれなんだか後ろですごい気配がすると思った時に心の中でいやそんなわけない、後ろに誰かいるわけない、だってさっき自分がそこを通ったんだ、そんなわけない、そんなわけないと思いながら後ろを振り返るみたいな、このどういう熱量で当時何を思っていたのかとか、そういう心の部分とか、その緊迫感の演出みたいなことができたらまた面白いんじゃないかなと思います。モノローグみたいなことですね。そうですね。で、あと僕はあまり使わない手法ではあるんですけども、それこそ稲川淳二さんなんかがよくやる手法としてオノマトペ、例えばドアがギーッと開きましたとか、誰もいないはずの2階からタン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 降りてくるんですみたいな、こういったのもね非常に緊迫感の演出にはなってるんじゃないかなと思って。すごい、今たったの声量が全部違いました。でこれは迫ってくることへの演出ってことですか、今のは？そうですね、はい。すごい。誰もいないはずの2階からタン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 降りてくるんです。もしその場にいたらそういう風に聞こえるんじゃないかとか、それでなんかその古びた感じとか状況が想像できるんじゃないかみたいな演出にできるんじゃないかなと思ってます。今の例えばでも全てのテクニックが詰まってて、私もあれもすごい、これもすごい、なんか繰り返すところがあったじゃないですか、最初の例のところ、そんなはずない、そんなはずないの2回目のそんなはずないが全然違って、すごかったです。今のゾクゾクってきました。ね、なんかその心情の描写みたいなのがあると、よりなんかリアルになったり熱量みたいなものが再現できたりするんじゃないかなって思ってますね。すごい、ありがとうございます。ではちょっと3つ目の方もお願いします。はい。ポイント3、緩急をつける。緩急をつける。例えばなんですけども、後ろで気配がしたんで振り返ったら女がいたんですよでも、話としては成立するんです、だけどあれ後ろに気配がする、ゆっくり振り返るとみたいな感じで間をわざと作ったりとか、そういう状況をあえてねスッと言ってもいいんですけど、わざとスッといかないみたいなことでちょっと緊張の瞬間を作ってみたり、結果何かが起こった時のこれ緩急がね、出来上がって怖くなったりよりするんじゃないかなと思っておりますね。でこう間を空けたり、話の中の息継ぎじゃないですけど、そういったところを作るっていう認識なんですかね。そうですね。なんかもう本当に息を飲んで追体験してもらえると嬉しいなと思いますんで、なんかその余白部分をあえて作ったりとか、本当せっかく入り込んでいただいているのであれば、
その状況をフルに人間想像する時ってすごい楽しかったりすると思うんで、それが怖いに応用した怖楽しい想像になるかなと思いますので、どうなるんだろう、この後何が起きるんだろうみたいなところを刺激したまま行くみたいなところをあえてわざと作ることでより楽しんでもらう工夫みたいなのはしたりしますね。へー、すごい、はい、それが緩急をつける、ということなんですね。そうですね。はあ、でもなんか間を空けるって、はい、こう普段結構人前で喋ることが多いんですけど、はい、間を空けるほど怖いものはないなと思っててそうですよね。無の時間があるじゃないですか。それはやっぱうまく緩急をつけるスパイスにもなるし、あれってなっちゃうかなとも思って、間をどれくらい空けるかとか、そういったところってどの辺でご判断されてるんですか？こんぐらい間空けようとか。不安になるぐらいの、今みたいにわざとちょっとね、はい、あれどうしたんだろうって思い始めぐらいにわざと喋るとか今ちょっとドキッとしましたもんね。ドキッとしました、はい、みたいなところはね、ちょっと遊びを入れて楽しんでいただけるように工夫をしたりはしますね。すげえ今プロの技を見ましたすごすぎた今の、はい、もう私が間を空ける時なんてギャグが滑った時ぐらいですよなんか言ってシーンってなって、いや間空いて、それここで笑っていただくんですけどぐらいいやもうね、間もひっくるめて楽しんでいただければね、幸いですので。わあ、ちょっと間を空ける、これからちょっといろいろ挑戦してみたいと思います。まあそうですね、その設置どころにもよりますけどね、そこを開けちゃダメよというところももちろんあると思いますので、はい、ギャグが滑った時はあまり開けない方がいい僕は開いてる方が好きかもしれません、ギャグ滑った時は間をどんどん開けていこうと思います。もう下手したら胸張ってむしろこうやってもうずっとぜひ見てみたいです。ありがとうございます。ちなみになんですけど、他にも緩急をつけるテクニックってあったりしますか？そうですね、例えば声の抑揚なんかもこの緊張の瞬間を作ったりする緩急の演出になりますね。ただいわゆる昔からよくお見聞きするような「お前だ!」みたいな、その大きい声で言うみたいなこととはちょっと違って、声の音量自体は同じでも、例えば音の圧だったりとか、この響き方みたいなところをちょっと工夫して変えるだけでも全然違ったりっていうのはあったりしますよね。いないよな、いないよな、いないよな、いるみたいな。音自体はなんか量は変わってないんですけど、ちょっと圧が変わったりみたいなところで、実践できたら面白いなと思ってます。いや、声量っていうより、圧、そう圧とか色とかですよね。息のスピードとかなんですかね、圧を変えるっていうのは。でも実際に多分その現場にいたら、心情がそうだったりするんじゃないかなって思って、そのビクビクしながら言う「いるかいるかいるか」っていうのと、うわいるじゃんって思った時の恐ろしい時の「いる」は同じ単語でも音のなんか色とか圧が変わると思うんです。それをなんか表現してる感じですかね。確かに虫がいた時の「いる」と幽霊がいた時の「いる」って絶対違いますもんね。そうですね。わ、いるいるいるみたいなのと「いる」みたいなってことですよね。そこの表現で、なるほど、緩急にもなるかなと思います。なるほど、ありがとうございます。長々と説明をさせていただいちゃったんですけども、階段でね、結局何が一番大事かっていうと、自分がこう喋りたいよりもお相手の方が何を想像今されてるかを優先してちゃんと喋るというか、ちゃんと分かりやすく道案内をして差し上げて描写を伝えた上でその物語を楽しんでもらうみたいなことが大事かなと思ってますので、それらを一言で言っちゃうと、いわゆる思いやりが一番大事なのかなと思っております。怪談を喋るには一番は思いやりなのかなと、僕はそれを大事にやらせていただいてます。確かに相手の立場になって考えてみるっていうことですよね。思いやりなんか口で言うのは簡単だけど実践するってなるとすごく難しいですよね。相手の立場に立つ。でもなんか先ほど言った3つみたいなのを意識するだけでも、より一層楽しんでいただくための工夫だったりするんで、それを意識するかしないかだけで全然違うと思いますんで、なんか
それを踏まえてのなんかね、怪談を聞くもそうですけども、怪談以外のご説明だったり普通の日常会話でも、なんか楽しみ方変わってくるんじゃないかなと思います。わあ、ありがとうございます、はい、この貴重なテクニックやアドバイスやちょっといろいろいただいてしまったんですが、もしよろしければ、はい、実際に怪談話を聞かせていただくことってできますか？ぜひぜひ、はい、もちろんでございます。ありがとうございます。はい、じゃあせっかくなのでぜひ一本短めのものを披露させていただければと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。西日本のとある都市なんですけども、山々に囲まれたあたりに大きな湖がありまして、でこの湖、その周りをぐるっと車で走れるようなそんな車道があるんです。ただかなり田舎になりますんで、その周りには街灯なんかもほとんどなくて、木々に囲まれた森の中の車道みたいな、そんな感じなんですよね。すごい入り込みすぎて感想出てくるのにちょっとラグがあった。手汗びっちょびちょこの数分で手汗が今びっちょびちょ。ありがとうございます。ありがとうございます。これもしよろしければなんですが、私にも怪談話を伝授していただけないでしょうか？ぜひ先ほどの3つを元にですね、今のとはまた違う新たなお話、よかったら覚えて披露してみませんか？いいんですか？ぜひ。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。はい。なんかおどろおどろしい感じっていうよりかは、そうです、淡々としてた方が効果的。もういわゆるもうアニメとかドラマであるような翌日っていうやつですね。あれのつもりで。はい。それではアミさんに教えていただいた怪談を披露させていただきます。バチ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 。ちょっと不思議だなっていう病院のお話なんです。その病院の作り、廊下がですね、行って帰ってくる作りじゃなくて、上から見て角が4つある感じの廊下で、中庭を囲んで一周できるタイプのフロアなんです。上空から見るとカタカナのロの字のような作りですね。廊下を歩くと両側にドアがあって、どちらの病室からも中庭か外の景色が見えるという、そんな感じですね。結構大きな病院なんです。見回りの時は時計と反対回りで丸々一周してるらしいんですよ。でそんな病院の夜勤の時の話になるんですけど、部屋の中を覗いたりとかして巡回を定期的にやるらしいんです。その巡回で何軒か部屋を回って廊下に出た時に、自分が今から向かう進行方向の先、向こうの方に見える曲がり角をスッと曲がっていく人影が見えたんです。誰か起きてんのかな、患者さんかなと普通に見回りを続けてたんですね。で、そこの廊下の両側の部屋を全部見て回って、じゃあ自分もその曲がり角をスッと曲がった時に、また廊下の先の次の曲がり角をスーッと誰かが曲がっていくところだったんですよ。見え方がさっきと全く同じタイミングだなっていうのが妙に気になったんで、ちょっと部屋を見るのを後回しにして早足で追いかけてみたんです。いや、そもそもこんな時間に誰かが歩き回ってちゃおかしいと思うんで、角のところまで来るとその角をまた曲がったんです。すると目の前におばあさんが立ってて、こっちを見てるんです。和服を着たおばあさん。病院の中で入院患者さんがこんな時間に和服を着て立ってること自体ありえないし、自分が受け持ってるフロアなのでこんなおばちゃん見たことないってすぐ分かったんです。さすがにびっくりして、実はこの病院心霊的な悪い噂とか
良くない噂を結構聞くような病院なんで、そういったものを見てしまったんだと思っておりましたら、そのおばあさんが振り返って向こうの方にとぼとぼ歩いていたと、ピタッと止まったと思ったら、その止まった場所の真横にある病室のドアにスーッと入っていったんです。閉まっているドアに普通に入っていた。それはさすがにびっくりして、ナースステーションに戻るなりその話をしたんです。するとそのおばあさんが入っていった病室の患者さん、翌日亡くなったんですよ。看護師さんたちが夜勤中に定期的にそのおばあちゃんを見かけるって話になったんですね。他の同僚の方とかも夜勤中に見かけている。そしてそのおばあさんを見ると、おばあさんが入っていった部屋の方、次の日に亡くなるよねって、そういう話になっているそうですね。はい、ということで皆様いかがでしたでしょうか。以上、ラデのワデでした。次回もお楽しみに。最後に今日のまとめ。怖い話をするために必要なことは、1つ、説明は道案内をするようにしっかりと。2つ、緊迫感の演出。3つ、話に緩急をつける。そして怖い話をするために大事なことは思いやり。みんなも気にしながら怖い話をしてみましょう。